あなたは今何かをしていないと不安になりますか？何か意味のあることをしなければと焦りを感じますか？予定が詰まっていないと心がそわそわする。SNS で人の活躍を見て自分だけ止まっているような気がする。それはもしかして意識が圧倒的に外側へ向いていることが要因かもしれません。今日は内に意識を向ける、外に意識を向けるというテーマでお話しします。現代は目的思考の時代です。小さな頃から何になりたい？何のためにやるの？と問いかけられ、目標を持つことが正しいと教わってきました。そしていつの間にか私たちは今ここを感じることを忘れてしまいました。未来ばかりを見て、今を置き去りにして、何かしなくちゃ、成長しなくちゃと自分を追い立てている。その結果、何もしていない時間が怖くなってしまったんです。瞑想やワークのほとんどは、内に意識を向けるトレーニングです。内に意識を向けるとは何でしょうか？それはこんな感じです。体の内側に意識を向けて、体の感覚を感じる。お腹や胸、手や足などの感覚を感じる。心に意識を向け、自分が今どんな気分か、どんな感情があるのかなどを感じる。今ここで見たり聞いたりしていることに、ありのまま意識を向ける。最後のは人によって内か外か意見が分かれるかもしれませんが、私は内に分類しています。目や耳は体についているので、見たり聞いたりするのも体でやっているからです。一方、外に意識を向けるとはどういうことでしょうか？例えばこんな感じです。ネットやテレビを見たり、人の話を聞くなどの外の情報に意識を向けること。人が自分のことをどう見ているのか、どう思っているのかなどを考えること。人と自分を比較して勝ち負けや優劣などを考えること。過去や未来について考えること。何か目的を設定し、それに意識を向けること。ざっくり言うと、内に意識を向けるとは、体と心の感覚、五感などに意識を向けること。今ここに意識を向けること。外に意識を向けるとは、過去や未来、想像の世界に意識を向けること。外の情報や他の人に意識を向けること。目的を設定し、それに意識を向けることとなります。内側、外側というのは、肉体的な体の内側、外側という意味だけでなく、今ここ、感覚的、右脳的なものと、過去未来、思考的、左脳的なものという意味もあるのです。そして私たち現代人は圧倒的に外に意識が向いています。例えば、普通に日常を過ごしているとき、いつも何か目的を持っていると思います。仕事中だったら、今日はこの資料を完成させよう、このメールを何時までに送ろうといった目的があって、その目的に意識が向いています。家事をしているときも、この料理を何時までに作ろう、今日はここを掃除しようといった目的があるでしょう。完全に休みの日で仕事も家事もなく、暇でしょうがない時でも何かしら目的を作ります。例えば、コンビニにコーヒーを買いに行こう、何々の動画を見ようなど、何かしら目的を作ります。どれだけ予定がない暇な日でも、
必ず目的を作っていると思います。我々現代人は何も目的がない状態に慣れていないので、目的がないとそわそわし、焦り、いても立ってもいられなくなり、何か目的を作ろうとするのです。何も目的がない時間を過ごしている人は、現代にはほとんどいないでしょう。そして例えば、コンビニでコーヒーを買うという目的を作ったら、そこに意識を向け、そこに向かって行動を始めます。そうなると、意識のほとんどがコンビニでコーヒーを買っている未来に向かっています。すると、コンビニまで歩いている間、見える景色や聞こえる音、地面に触れる足の感触などはあまり意識に入ってこなくなるでしょう。頭の中はコーヒーを買うことでいっぱいになっているからです。今ここから意識が離れているんです。これは外、つまり未来の目的に意識が向いているということです。他にも暇でやることがないときは SNS を見たり YouTube を見たりテレビを見たりしますよね。これも完全に外の情報に意識が向いています。このように我々現代人は職場でも家でも仕事の日でも休みの日でもだいたい外に意識が向いています。外に意識が向くと自分が内側で何を感じているのかはよくわからなくなります。いわゆる灯台下暮らし状態です。灯台下暮らしということわざがありますよね。最も身近なことが最も見えにくいという意味です。我々現代人は灯台にいながら遠くの海、つまり外側ばかり眺めています。灯台の中をほとんど見ていないのです。現代社会は外に意識を向けろという圧力がとても強い社会です。学校でも会社でも家庭でもそう教育されています。情報をたくさん仕入れなければならない。外をよく見て適切に振る舞わなくてはならない。人からどう見られているか常に気にしないといけない。目的を持って未来に向かって行動しなければならない。ずっとそう教育されてきたので、外に意識を向けるのが当たり前になってるんですね。瞑想やワークはそれを内に向け直すトレーニングなのです。瞑想やワークの本質はそれです。内に意識を向ける。今ここで感じていること、今ここで見て聞いていること、それに意識を向ける。それが本質です。なので、内に意識を向けたとき、そこに何が感じられるかは正直なところ何でもいいのです。内に意識を向けたとき、静けさ、安らぎ、幸せ感があるかもしれません。内に意識を向けたとき、焦り、不安、苦しさがあるかもしれません。それはどちらでもいいのです。どちらがあろうと、内に意識を向けたということが大切なのです。安らぎがあろうが、苦しみがあろうが、内に意識を向けていれば、それでワークはできています。それは灯台から外の海ばかり眺めていた私たちが珍しく振り返り、灯台の中を見たということです。その時、灯台の中がきれいに片付いているか、それとも散らかっているのか、それはどちらでもいいのです。灯台の中を見たということ、それ自体が大事なのです。それが本質なのです。
内に意識を向けたとき、何も感じられないということもあるかもしれません。それでもいいのです。何も感じられなくても、内に意識を向けたなら、それでいいのです。内側に何も感じられなくても、繰り返し意識を向けているうちに、少しずつ内側が感じられてくるようになると思います。例えば、ボディスキャンという瞑想法があります。ボディスキャンでは、体に意識を向け、体の感覚を感じます。はじめは、体に意識を向けてもあまり感覚が感じられないというのが普通です。ですが、コツコツやっていくうちに、少しずつですが、感覚を感じられるようになってきます。私も初めてボディスキャンをやったときは、ほとんど感覚を感じられませんでした。ところが、繰り返しやっていくうちに、じわじわと感じられるようになってきました。意識を向けても何も返ってこない、応答がないという人も、繰り返し意識を内に向けていると、だんだん応答が返ってくるようになるんです。それは例えるなら、全く親しくない人にいきなりメールを送っても返信は返ってこないかもしれません。ですが、こまめに連絡をして親しくしていればすぐに返信が返ってきます。それと似ています。今まで意識を向けてこなかった内側にいきなり意識を向けても、はじめは応答がないかもしれません。しかし、こまめに意識を向けて内側と親しくしていれば、だんだん応答が返ってくるようになります。瞑想やワークはそういうトレーニングなのです。なので、応答が返ってこない、あるいは嫌な感じの応答が返ってきたとしても、内に意識を向けること、それができていれば基本的には OK なのです。そしてコツコツ続けていくうちにだんだんと変化が起きてくるはずです。肩の力を抜いて、それを気長に待ちましょう。最後に、目的を持たないとワークはできないのではという疑問が出るかもしれません。目的を持ってワークをやるのは OK です。ただ、目的にとらわれすぎると、今まさに自分が内側で感じていることに意識を向けにくくなります。意識が未来の目的に引っ張られ、今ここから離れてしまうからです。目的を持ってモチベーションを上げてワークを始め、ワークの最中はリアルに今ここで感じていることに意識を向けておきましょう。何かしなければという焦りは、あなたが一生懸命生きている証拠。でも、ただ呼吸を感じる、ただ今ここを感じる、体の感覚を感じる、それだけで不安や焦りは減っていきます。毎日ほんの少しでも内に意識を向ける時間を大切にしていきましょう。